クリスマスプレゼント第2弾、お礼のね、言ったやん。坊主さんからすげえの届きました。FF ヒーターです。なんと今までどんだけ苦労してきたことか、その苦労がねもう吹っ飛びますよ。これビニールで覆われてて結構厳重な梱包になってますね。 FF ヒーターといえばキャラバンとかボンゴとかエブリにもつけてんだけど、車体に穴を開けて結構大変な作業、配線とか配管とかして取り付けてやってたんだけど、その苦労がもう一切なくなります。軽トラはね、場合によっちゃ軽トラとして使いたいからね、ホロとか取ってただの軽トラとしてね、穴開けとかしたくないんですよっていう事情があって、軽トラで冬雪山攻める時にどういう暖房使おうかなって思考を巡らせてた時に、この坊主さんからお話をいただきました。本体が入ってて、その横に大きめの段ボールの箱に排気の管とかここにあるんだな。梱包は100点満点ですね。これなんかかっこいいな。燃料空の状態で5、6キロぐらいかな。まず外装を見ていくか。ボージって書いてあって、ステンレスの板で覆われてますね。上はこれ給油口、ここから、ディーゼルを入れると。後で給油してこよう。カチッカチカチっていうのは車の燃料タンクみたいで、上は持ち手がついてて、こっち側はこれ吹き出し口だね。こっからあったかい空気が出てくると。ボージェ RV さんの携帯型ディーゼルヒーター、携帯型なんですよ。車に穴を開けてかなりの重労働の設置作業をする必要がないんですよ。で、不要な時は家に置いとけると。箱がでかかったからもっとでかいのかと思ってたけど、思ったより小さいかも。これで燃料タンク付きって考えると結構小さいよ。 FF ヒーターの本体自体はもうちょっとこういう細長いのがこの中に収まってる感じでね。 FF ヒーターって大きさが 2kW とか 5kW とかあるんだけど、その中で出力の大きい部類に入る 5kW の FF ヒーターです。まずこれでどれぐらい温まるかっていうと、経験上キャラバンとか大型のバンクラスの車が一瞬で灼熱になるぐらいの出力を持ってます。だからそこそこ大きいテントとかでキャンプする時も温まると思います。でこれ 5kW なんだけど、出力を結構細かく調整できるんで、軽トラのホロとかでも出力を調整すれば使えるかなと思って、ちょっと後でやってみます。燃料の残量がこの隙間から確認できるようになってるんだ。5リットルあったらね、3日ぐらい使えます。ボージさんの公式も3日間使えるって書いてあるんですけど、それは本当だと思います。今までキャラバンでは10リットルのタンク使ってたんだけど、だいたい1週間から10日ぐらいは10リットルタンクで使えてたんで、5リットルあったら3日は間違いなく使えると思う。出力、5kW、動作電圧は 12V。 これ自体は 12V で動くんだけど、 100VAC 電源、 12V のシガーソケット、抜直用のケーブルがついてるらしいです。ちょっと後で開封します。動作電流は5から 6A、 点火時は 12A。 これ起動した直後はちょっと電気使うんだけど、その後は数十ワットで動きます。冬は FF ヒーターがマジで最強です。冬の車中泊の暖房は。なんでかっていうと、まず FF ヒーターのすごくいい点は、電気をそんな使わないっていう。燃料も燃費がいい。省電力、低燃費。検品完了だな。検品が完了した。例えば電気で使うヒーターを使おうとするとものすごく電気使う。そうするとバッテリーが問題なんですよ。でかといって、たまに今も使うんだけど、マイダンみたいなガス管を使う暖房だとめっちゃガスの消費が激しくなって、カセットガスのゴミが大量に出るっていう。車中泊する時にゴミがいっぱい出るのって結構大変になるんで、それも良くないんですよね。っていうのもあって、この FF ヒーターが結局、最強なんですよね。コントローラーがあって、モニター、吸気はもうここに固定になってるんだね。排気と送風口は自分で管をつけて吉野に引き込んだり外に出したりってする感じですね。なんだろうな、この完成度の高さみたいな第一印象はありますね。でこの正面のところの下、ここに XT60 端子がついてて、ケーブルを挿してバッテリーなり AC アダプターなりをここに挿すっていう。この持ち手がこう倒せるようになってるんですか。結構考えられてます。とりあえず今回はこれがどんなもんかを見ていく感じ。AC アダプター、シガソケコードと抜直用のコード、
車のマフラーと一緒で排気がゴーって出てくるんだけど、排気の音を静かにするためのサイレンサーで、これが排気の管、送風口、ここにつけて車内に引き込んだりすると。これの操作方法が3種類か。このパネルで本体を直接操作するっていうのが1つで、あとはリモコンで操作するのが2つ目。3つ目、なんとアプリでも操作ができるらしいです。長さ34センチ、突起部分も入れると41センチぐらいかな。マニュアル上だと39センチになってます。高さはハンドル立てた場合、立てると32センチぐらい。奥行きは24.5センチ。奥行きここ24.5センチなんだけど、横に排気の管をつけるんで、もうちょっとスペースは必要ですね。で、重さが賞味重量10キロで、今この状態で10キロあるとは思えない。賞味重量で調べたら中身だけの実際の重さって書いてあったんで、燃料抜きでもろもろでこういうのとか入れて10キロってことかも。 FF ヒーターを使う際の注意点、そこそこ使ってるとエラーは出ます。そういう時はこの説明書にエラーコードが載ってて、あ、グルちゃんの通り道が裂かれちゃったね。はい、グル段ボールでスリスリして、例えば燃料切れで動きませんとか、電圧が不足してますとかエラーが出るんだけど、たまにね、そういう時はこのエラーコード表を参照して原因、これ原因と対処法までちゃんと書かれてますね。これを見ればだいたい自分で対処できます。直接ねじ込むタイプなんだ。結構珍しいですね。これね、いつもはまんないんだよね。切れ込みを入れてはめました。ここはね、どうせ外に来る部分だから、多少ここから排気が漏れても問題ないです。よし。これ排気をどっかに固定するための金具ですね。75ミリか。吹き出し口です。こんな感じで固定して、これでセット完了なんだけど、このサイレンサーつけっぱにしとくとして、工具なしで手でねじ込むだけ。排気は、吹き出し口はプラスドライバーでねじ込むと。設置の速さを売り出してたんだけど、本当に設置は簡単でした。燃料もね、ちょっとだけ入れたんだけど、ここにうっすら見えますね。外から燃料の残量が確認できるっていうのはこれ重要ですね。で、電源は今回はこれを使います。 FF ヒーターって省エネだから、こんなちっちゃいポータブル電源とかでも使えちゃいます。これ付属してきたのがシガソ系 XT60 のオスになってるやつですね。で、これを XT60 をここに挿します。これついた。出力 5000W とか、5000W これ電力じゃなくて熱量の出力なんで、ファン回り始めてる。電源側の出力は今起動中で 104W 使ってますね。開封して初回の起動は燃料タンクから本体への燃料チューブがあるんだけど、その中に燃料が行き渡ってないので、燃料ないですよって何回かエラーがある。ここに書いてあるね。何回かエラー E1 が起きるので、その度に再起動して燃料が行き渡ったらちゃんと使えるようになります。ポンプの音はこんな感じ。普段から FF ヒーター使ってるものとしては普通というか、ちょっと静かかもしれない。やっぱ箱の中にポンプが収まってるっていうだけでちょっと静かに聞こえますね。ポンプのペースが上がると静かになるのかな。で、このつまみで出力調整できんだ。これ上がプラスで下がマイナスで、このボーってなると中で燃やそうとしてることなんだけど、あれ、もうエラー出てないぞ、まだ1回も。もしかしてこれ勝手に自動でリトライして、それでもう燃料が行き渡った可能性がある。最初なんでやっぱり最大出力にしとこう。これしばらく動かして鳴らし運転にしたい。もうあったかい空気出てきた。想定より全然早く初回の起動が成功した。めっちゃこれあったかい空気出てきた。今この軽トラの中21度だけど、試しにここに置いてみる。しっかり
温風が出てます。一応念のためなんですけど FF ヒーターとか暖房を使うときはこういった一酸化炭素警報器を使うことが重要です。FF ヒーターっていうのは基本的には強制的に排気を外に出すっていう排気漏れのないヒーターなんだけど、念のためっすね。この排気めっちゃ熱い空気が。運転中はね、これは絶対触っちゃダメです。これ触ったら大やけどします。この周りはそんな熱くなってないっす。この周りは大丈夫そう。動作音は最大出力だとそこそこの音はなります。ポンプの音はもうほぼ聞こえなくなりましたね。耳いい人は聞こえるかもしれんと。これ一撃で始動したの。行きます。最初見た時このホロの中21度だったんですけど、ホロを閉めて昼飯を食べて多分2、30分ぐらいかな、放置してから戻ってきて様子を見ます。最大出力で安定稼働時の電力はたまに70ぐらい出るけど42、3ワットですね。今ご飯食べて戻ってきたんですけど、熱気が溢れてきてる、このホロの隙間から。この中は30分ぐらい経ってもうホロの中やっぱ灼熱度は34度だ。これをどう設置して軽トラで使うかっていうのはこれから考えるんですけど、これが収まるフレームをアルミなり木材なりで作って、で一応これ防水とは書いてなかったんで、雨とか雪で濡れないように上を保護して、煽りを閉じたところにそのフレームの箱を引っ掛けてこれを設置するっていう風にしたいね。ちょっと出入りは不便になるけど雪山を想定してるんで、この状態で雪がこの上に積もるし、ここの隙間もこっちが頭にして寝るからちょっと怖いし、これを外に置いてるわけで直接ここを操作するっていうのはちょっとやりづらくなるんで、そういう時にこのリモコンを使ってやったらいいんじゃないかな。リモコン操作で強弱をできるんで、オンオフもこれでできるんだ。今オフをしたらオフになっちゃった。一個要注意なのは、経験上シガーソケットってちょっとの振動とか足引っかかったとかでブチって接続が切れちゃう時があって、そうなるとこの FF ヒーターも電源が強制的に切れるって最悪の事態になるんで、正直できればシガソケからの使用よりも 100V のコンセントとかバッチョクとか接触が途切れにくいケーブルを使った方がいいと思います。シガソケも相性があるから注意した方がいいです。3、40分動かしてたけど、この辺はちょっと温まってますね。この辺は全然冷たい。外側は全体的にまだ冷たいですね。本体が熱くなるっていう心配はなさそうです。リモコンでオフした後はファンを回して本体をクールダウンしながらシャットダウンします。それが正常なシャットダウンです。このサイズだったらキャラバンとかハイエースのハイルーフとかマイクロバスとかでも使えるんじゃないかな多分。でこれポータブルで 100V コンセントからも使えるんで、ちょっと考えてるのが家の暖房として今年の冬これを使ってみようかなとも考えてます。これで一旦はテスト完了とします。思ったより全然コンパクトで見た目が良くて必要十分な機能揃ってます。で今回使ってないけどタイマーを複数設定できたりとか、アプリから操作できたりとか、もうちょっと幅広い使い方もできます。どう設置するかとかちょっとこれから考えて、この軽トラの冬の旅の相棒としてこれを使っていこうと思ってます。これの詳細についてはリンクを概要欄に貼りますのでぜひチェックしてください。で今クールダウンして電源が切れた後、もうここ普通に冷たくなって触れるようになってるんですぐ外せるね。